ちょっと待って、美味しそうじゃない。マスタリンありがとうございます。で、本日はお弁当、お惣菜対象弁当かなとの水戸太陽のメニューのランチプレートいかがでしょうか。こちら、上司でございます。ほとんどこう売り場見たらカジュアルワールドなんですよ。出来上がりは高様。これは私だけじゃ完成できるわけ。買っていってもらってお客さんがひっくり返して蓋取ってそのあんをかけて砕いて食べるあんかけチャーハン。これはパプリカのムースです。デザートデザート。もう一手間入るわけですね。はいやろ。ほんとすごい。こういう人に食べてほしくて、あじゃあこれ食べたらこんな喜ぶやろうなとかワクワクするよねとか想像しながらね作ったらねやっぱいいもんができるという。一つ一つ大量ですから、はい、力仕事ですねこれ。そうですね。これはまあいいとしてもこれは多分今日休みやけん朝からおっさんに電話して怒ってもらわないと。梶原さん今日一日すみません、よろしくよお願いします。ろしくお願いします。お世話になります。いえいえ、こちらこそ。もう本当戦場よ朝は。梶原さんこれは何になるんですか。これは逆さにして食べるあんかけチャーハンのチャーシューそうですそうです。結構時間かかるよこれ作るのがね。ですよね。手かけて時間かけてがもうまあ普通っては普通なんです。これも3時間湯がいて洗ってそれからまた味付けて煮てってそうね 4,5 時間かかるけんですね。もうそれがほら毎日やし全然こう苦にはならんとやけどやっぱみんな大変じゃないですか。当たり前っちゃ当たり前。やっぱねでも自分たちで作って食べるでしょ。はい。だからやっぱりね手かけて作ったらやっぱ美味しい。もう家のご飯と一緒だから自分の親とか子供に食べさせていいものしか出しておらんしね。お値段がすごくリーズナブルだと思うんですよ。だってデパ地下じゃないもん。私もね部長としてこう原価とか考えようとよ、考えてるけど、やっぱりお客さん買いやすい値段じゃないと地場のお客さんたちってやっぱりこう年配の人が年金暮らしとか、はねもうそんな子供がいっぱいおる人とかほら今育ち盛りの子持っとる人はもう量もいるやろ。自分がそうやったけんやっぱ子供が多くてさはいはすごい貧乏やったけんもうなんかねそういうのがあると自分のそうなんですね。ねみんな喜んでもらえればそれが一番いいしね。これは全国のお弁当お惣菜大賞で入選しましたというシールですね。入選シールです。これも今から出てきますけれども、これは福岡糸島の商品を使ったお弁当になりますね。これとおこれが何ですか。これがそのランチプレート。ランチプレート。これは日本惣菜協会のメニュー提案カップで優秀賞で有名なお弁当惣菜大賞で優秀賞ダブル受賞したやつ。こんな言ったら失礼ですけど、店舗で出そうな、めちゃくちゃそれを目指して作ったんよ私も。もうこれはねちょっとねストーリーがあるとこれできるまでに今糸島ってほら観光客が多くて、そのおしゃれなカフェとかもいっぱいできとるね。私そこにたまたま休みの日に
どんなんが出ようかと思って食べに行ったという、はい私いつも休みの日ね食べて回るんですけど、若い夫婦がね赤ちゃんが泣きよった、ギャンギャンやって、で奥さんはここで食べたいって一生懸命言わすけど、旦那さんがもう焦げんちびが泣きようのにね、無理やろって迷惑かかるやんかと、他のお客さんに言って、それ見とって、奥さんねってこれよっぽど食べたかったっちゃろうねと思ってね、じゃあああいう奥さんがわざわざ糸島まで行かんでも、赤ちゃんを片手で抱っこしても片手で食べれるおしゃれなねプレートを作ろうと思ったと。でその日にも作った。じゃあどうせなら糸島の食材を全部使って作ろうと。ここに入っとタイとかでもその糸島ってね日本一なんよ、タイの。はい、そうなんですよね。ね、ラタトゥイユとかには本当はタイとか絶対入れんのよね、野菜のあれやけんね。でもそこにタイを入れて、タイを崩しながらね、お母さんたちおっぱいも出さない関係、タンパク質も取らない関係、もうそこまで考えてくださる。これ何が入っとるですか、これは。ズッキーニとナスと、もう生のトマト、湯むきしとうとよ、湯むき。皮があったらね食べにくいけんね。こぼれないからね、さっとったら。ママちゃんたちにね、酢の物も果物も取らない感じね。だってもうこんなんもさ、自分で塗ったら大変やろ、赤ちゃんがおったらね。だからもう塗っとってやろうって思って私も子供4人おったけんさ、もうそうなんですか。大変やったとよ。もう前に抱っこして後ろに抱っこしてと、下にねひっついとしてさ、もう何食べたかお母さんって本当分からんとよ。でも結局子供が食べ残したとほらもったいないけん食べるやん。だけど大きくなるとよこれはそのまま食べてもいいし、このパンに挟んで食べたら美味しい。これはパプリカのムースですデザートかわいいやろ。すごいですね。まだ入るんですね。これニョッキ、ニョッキ。じゃがいも潰してほうれん草を湯がいてペーストにして、それを混ぜて練って、で普通ねニョッキって湯がくいの、だけどつるんこつるんこするとね。だからお母さんたちほら子供を抱えてさ食べれんやん、つるんこつるんこしたら。で手で持って食べれるようにもあげたかわいいやろ。すごいこういう人に食べてほしくて、じゃあこれ食べたらこんな喜ぶやろうなとか、ワクワクするよねとか想像しながらね作ったらね、やっぱいいもんができるという。なるほどね。ちょっと手間がかかりすぎるとかコストがかかりすぎるとかで、ちょっと失われていってる部分もやっぱあるじゃないですか。今はね、でもそれをね、うちの会社はねそれを許してくれる、逆に手間をかけて手作りでお願いしますっていう会社やけん、だけ人もこんだけおるし、やっぱりね。でも人がそんだけ手かけとうということは、その料理も愛情いっぱいもらって美味しくなっとうわけよ。だからね、お客さんはやっぱそっちがいいよ。はいはい、夏のランチプレートです。私ね、ほんとこの奥さんにね、名前も何も知らんけど来てね、もう食べてほしいと、もうほんとぜひ食べに来てください。もうあの時私って言ってもらったらね、もう私もプレゼントしますんでもう食べてください。本当ね、ぜひ食べていただきたい、その思いをね、受け取ってください。こちらが何というお弁当でしょう。昔懐かし弁当です。昔懐かしい。ちょうどです。ひっくり返して食べるやつだけど、全部逆さまで出来上がりは食べるときは逆さま。
これはラーメンの麺を揚げたやつ。これで食感をね。なるほど。私がたまたま一人でラーメン屋に入った時に、はいまあよそはみんな家族連れたいね、はで本当はめっちゃお腹空いとってラーメンも餃子もチャーハンもいろいろ頼みたかったっちゃけど、はなんか恥ずかしかったと。一人のテーブルこういっぱい来るともなんか恥ずかしくてさ、はい結局なんかちょっと気取ってラーメンいっぱいにしたわけよ、はいでももうそれがさ、もう夜寝る時にねい。はい。すんごいなんか悔しくてねなんであの時食べんかったっちゃろうと思って、私たちはババアやけど、やっぱ若い子とか一人でいてやっぱりあれもこれもったら多分、食べたくても頼み嫌いんやろうなって思ったの。だけど次の日にじゃあもうチャーシューもメンマもチャーハンもラーメンももう一食で食べれるようにと思って作ったのがこれで、おまけにほらこれスープがねついとるのよ。だけどラーメンの汁はビチャビチャになるけん体にいいように豆乳で作って、それをかけてあんかけチャーハン。じゃあその購入された後食べる前にかけて食べれるんですか？そうですそうです。お客さんが自分でだけこれは私だけじゃ完成できるわけです。買っていってもらってお客さんがひっくり返して蓋取ってそのあんをかけて砕いて食べるあんかけチャーハンだけお客さんも一緒に楽しまないと。こちらやっぱ人気メニューの一つですか？そうですね。もう本当にすごいです。販売当初とかいかがでした？もうとんでもなく、ここからずらーっと向こうまで行列です。もう一人で間に合わない。ちょうど発想がすごい。余すハマスのあらなんか見たことない。どんだけちっちゃいこんなうなぎの揚げ煮美味しかった。美味しかったでしょ。美味しかった。あれちょっと今日も新商品で出そうと思っあれいいよ。美味しい。てもう一回試作してみて、で原価も計算したらね。今みたいな皆さんとの雑談の中でそうです新商品生まれるんですか？そうそう私はね作ったら絶対みんなに食べてもらうけ。ほらもうマネージャーの下はね絶対やけ。おうだけどマネージャーがもういいねって言うたら絶対します。おう私のずっとこうラストがマネージャーやけ。いつも作って食べておう一番に見てもらうのはマネージャーおうが、私が惣菜に行った時からずっとこの相談もする、いろいろ教えてもらう、怒られるねもう私の人生の羅針盤です本当に。おう梶原さんははいこちらの大京バリューさんはい入社されてはいどれぐらいになるんですか？ね、今年ねトータルで言ったら24年目なんですよ。ただ途中で1回ちょっと抜けたんで、は2回目入ってから10何年かな、17年18年目かな。最初からはい惣菜を作られてたんですいよいよ惣菜になって12年かな。それまではワニッパイとか洋ニッパイとかお酒とか、一番最初マネージャーから惣菜に行っててね言われたもんね、お箸の時に。で私泣きながらね惣菜に行くんだったらやめますって言ったの。おう料理は好きやったけど、あでもマネージャーとかは私がワニッパイとかほら豆腐とかの担当やけん、揚げとかかまぼことか残ったらもう勝手に自分で持ってきて惣菜で煮たりして出しちゃったりした。でそれを見てあなたは絶対惣菜に行くべきよって、ね、自分のね転職と思って頑張りなさいって怒られたと。その時もなんだ辞めるのはねいつでもできるっちゃけん一回行って頑張ってみなさいって言われてね、言ったよね。マネージャーに会ってなかった私の人生は全然つまらん人生やったと思う。今全部で何種類ぐらい出てますか？惣菜お弁当とか含めて。土日はだいたいイベントもあるけ200近く出ますね。200近普く。通の平日で120から130ぐらい。もうだいぶ忙しかもん本当に。でもねそれでもお客さんそれば目当てに買いに来てもらえるけんね、だってお客さんが「梶原さん昨日の美味しかったよ」とか言われたらさ、もうなんか私それが一番嬉しいもん、賞取るよりも。
何回も松が分かってるよ。あんはな、別に作ってないと。松田さん、これは何ですか？自家製コーンスープで夏を美味しく食べるランチ。ネーミングがすごいですね。うちのはい社長のおばあちゃんはが、社長が子供の頃におばあちゃんから代々伝わるコーンスープなんで、手作りのい。小麦粉から全部手作りで、はそれこそ何回も合格もらうのに作り直したけど、で社長がこれをおばあちゃんの味って言って、冬は温めていいんだけど、い。は夏とかね冷戦でもね全然美味しいんい。よ。へえ。絶対それをね夏食べてほしくて、それで作ったの。柿のペースト、生の柿をはいきれいに洗って、はネットで洗って、それを今度はだしで炊いて、生クリームとか入れて、オリーブオイルとかでミキサーにかけてペースト状にする。ペあれにースト作るんがね大変なんよ。これは焦がしバター醤油。柿味噌いなりのご飯中に入れるね。これ入選やったんですけど、は私これは最初取ると思って出した。すごい一番去年の商品の中で自信があったい。は商品。取れんかったけどい。あまだ修行が足りんと思う。ええ。もうこの皮がねもうもう薄いけすぐ破すぐれるんですね。破れるとよあー。この皮はねもう何年も探してはもうやっと納得のいく稲荷の皮が見つかった。い。へえ。これは京都の京都。すぐこんなして破れるとああ。もう破れたのはもうちょっと使わないんです買わない。煮物に使う。なるほどなるほど。もう一手間入るわけですね。この味噌があれない。これはね豆腐の味噌漬け。あ、そうなんですか。熊本の私熊本でしょ。ここで作ってはそれを乗せて炙る。第9割柳川店ご来店いただき誠にありがとうございます。店内中お惣菜コーナー、本日はお弁当お惣菜本日はお弁当お惣菜対象決を行っております。お飲みと対応のメニューのランチプレートいかがでしょうか。こちら上司でございます。ねこの際がねダメ。目玉焼きがさダメって言ってたやんか。硬いとこがあるやん。これは出したらダメって硬いけんここは。だからこれを切ってください。硬いとこは。そうするとおばあちゃんたち歯に詰まるとよ。やばいとこだけ綺麗なとこだけ。おじいちゃんもそうで、肉はこうして肉見えるようにしていい、これ全部やり直す。焼きそばだけじゃないよ。他の料理もおれ弁とかもあるやろ。あんなんもその側はダメ。周りはね梶原さんもう徹底されてるんですね。徹底しますね。だからせんとねもうどんどん崩れていくもん。
ちょっとしたことを許してしまったら、あ、これでもいいんだこれでもいいんだって、もうちょっと崩れたらそこからザーって崩れていく、絶対みんなうるさいと思うよ、おったら。でもね、それが私の仕事やけんね、お客様が一番やけん、ちゃんと切ったね、周りね。オッケーオッケー、はい、オッケー。もう一回今日も揚げ。豚足もやっぱり人気なんですか？豚足人気ですね。特に日曜の朝市でめっちゃ売れます。味付けはまず豚足を、味噌とかで4時間煮込んで、それを揚げて、でまた塩コショウ振ってここで焼いてるって感じです。じゃあ仕込みの段階ではい、だいぶ手も込んでますね、やっぱ。はい、そうですね。こちらよく来られるんですか？家が近所なので他のスーパーにはないなんか商品とかもあるんで巡ったら面白いかなと思います。味も美味しいのとなんか結構量がボリュームあるのでそういうのも含めて結構探したりするのが楽しいかなと思ってます。初めて来ました。いろんなお弁当とか惣菜があるので、このお弁当レア。他のスーパーにないもんがあるけど、まあ毎回面白いですよ。なんか今日気になったものありました？あれ、口の中で皿うどんになるコロッケ。皿うどんコロッケ。これなんか美味しいですよみたいなのあります？おはぎ。おはぎめっちゃうまい。どういうところが美味しいですか？あんこの炊き方がうまか。ちょうど近くで用事があったので来ました。この皿うどんコロッケ、この発想がめちゃくちゃいいなと思って、めちゃくちゃ美味しそうだなと思ったんで思わず手に取っちゃいました。種類も豊富だし、なんかさ、一つ一つ他のスーパーさんにはない斬新な発想っていうか、なんかそういうのがね、すごくこう食のテーマパークみたいな感じで面白いなと思います。オフィスでこのあんかけチャーハンとかサボルとか逆に中のご飯が牡蠣のペーストとバター醤油。わざ遠くからありがとうございます。お気をつけてね。どちらからですか、ちなみに？大分です。大分から。もうここに来たここ。いかがですか、惣菜ご覧になって？すごい豊富です。びっくりしました。メニューがですね。メニューが豊富だし、もう他のものも安くて、でお弁当何種類か買ってなんかシェアして食べたいなと思って、もうせっかく来たから主婦としてはね、もうとっても魅力、もうね近くに欲しい本当に欲しい、住みたいぐらいです弁当が美味しそう、こんなの美味しそうですよね。めっちゃこれすごくない？それなんかもね、もう何かな、かき味噌いなり買ってみよう。ちょっと待って、美味しそうじゃない。ちょっとしたランチいいよね。みんなが食べやすい値段だし、満足するサイズだ、ボリュームだしっていうので、なかなかあんまりないんで、今回ちょっと大分の方から来てみた。これ買ってきたよ、これ。お惣菜がすごい美味しいのと種類が豊富で、結構メニューも毎回変わるので、なんか美味しそうなのがいつもあるからお弁当いつも買うのは牛すじのやつとかはいつも買ってて、今日は唐揚げ弁当買ってるんですけど行っております。2026年の優秀賞をいただきました農大対象フェスを行っております。2026年の優秀、ほとんどこう売り場見たら多分言ったら怒られると思うんですけど、カジュアルワールドなんですよ遠くから来られた方でもやっぱり同じような説明をさせていただくんですけど、必ず買っていかれますもんね。で喜んでいただきます。
もう今レシートのちょっとメッセージの打ち込みを、日常のこととか、地域のこととか、いろんなことをちょっと発信をさせてもらってます。従業員さんの結婚だとか、やっぱり地域のアスリートの方で活躍してる方のことを書いたりとか、自分の子供のことを書いたりとか。結構プライベート的なところを書いてらっしゃる。そうですね。書きたいままにちょっと書かせてもらっています。レシートをご覧になったことはありますか？結構楽しみにしてますね。そうなんですね。お子さんの話がちょこちょこ出てきて、店長の親しみやすくていいなと思います。また来ようってなります。なんか大きいの出てないね。握りばっかりやったら子供が食べれんとこもあるけん、握りと巻きといなりのセットあるよね。それを2台ぐらい作って、やっぱほらバーベキューしたり家で宴会したり、もう今日から始まるけん出してください。結構これ現場もこういう形でちょっとチェックして回られるんですか？銭湯ね、銭湯だってどうにもならない。本日土曜日、はい、今日も大盛況ですね。ですね、おかげさまでね、たくさんお客さん見えてありがたいです。大京バリューで働かれる前っていうのは何をされてたんですか？私は、昼間は現場ですね、工事現場、片枠大工の現場です。と夜は自分でスナックを経営してます。工事現場、そうですそうです。結構な日課ポッカ履いてね。本当ですか？職人さんとしてやってるんですか？で夜はスナックも繁盛してたんじゃないですか？してましたね。一番最初に考案されたお惣菜って何ですか？俺の弁当ですね。それはもう本当にうちの息子がサッカーの試合、大事な試合の時に、もう今日はね絶対シュート決めなよってね、お母さんがじゃあお弁当何でも好きなもんをね上に乗せてやるけんって言って作ったのがあのまんまです。私はね本当にこう食べてくれる人の顔をね思い浮かべて作るのがもうすごい嬉しいんですよ。もうそれを想像しながらいろいろ作るんですね。やっぱりこうお客様に食べていただく商品なんで、もうやっぱり船で漁に行ったり畑に行ったり、生産者さんと一緒にもう生で食べてみたり、それでやっぱりこう食材でこれだっていうやつで作っていきますね。大体もう本当にこれを食べてくださいってもう自信持って出せるようなもの。はい。じゃあ明日のスイーツはおしゃれなおはぎと台湾カステラです。でもゴールデンウィークだとね、半分ね。すごいやろタオちゃん。すごいですね。私が教えたスイーツは全部この子が今仕入れてる。本当ですか？ねえ。タオさんはもう日本どれぐらいでした？もうすぐ8年になります。ここに来て何年かな？6年。6年ぐらい。可愛いもんね、タオはね。頭がいいけんね、教えたらね、もうすぐできるんよ。そうなんですね。でやっぱり努力家やけん全部書いて、どうしてもうちはほらスイーツ目当てのお客さんも多いんでね。でもスイーツはもうこの子が全部教えたやつは全部できる。すごい助かってますよ。で今度この子が今月の16日から主任になります。タオさんおめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまです。おかげさまで。600、220、分量やろ。パン屋さんもいっぱいあるやない。だけどうちの社長はこれだけパン屋さんがあるのにパンを作ったらダメって言われたと。予想を邪魔してもいかんし、うちはスーパーの惣菜だからって。私はパン屋さんと戦おうとは思ってませんって、ただやっぱりもうパン屋さんまで行けん、ほらおじいちゃんおばあちゃんもいっぱいおるから、その人たちが塩パンね鍛冶屋さん作って食べたいって、飲酒けんもうこの近所の人だけ食べてくれたらいいやんって、それで作ったんです。タオねちょっとさ牛乳が増やそうかなと思ったら、牛乳が今いくつかな。
560、600円にしようかな。こういう形でちょっとずつ改良加えてとかもされてるんですね。そうそう、ずーっとね変えながらだけ1年2年経ったらもうなんか別物になっとね全然違う。一番最初とは最初からしたら。相当な力仕事ですね。もうそうなんです。これやっぱ5回せない関係ね。本当ですか。今パン屋さんにもこんなこねよらんよね。機会がありますね。そうよ、もう本当にこういう状況やけんさ、世の中もさ、何でも値上がりするし、そんなねこねればただやけん。タオさん、はい梶原さん、はい、どんな方ですか？本当になんかお母さんみたいです。優しすぎる。なんか困ってるとこある時は絶対部長のそうなんですよ。はい。なかなかね、ベトナムの方も帰れないでしょう。帰ってないね。ベトナムのお母さんはお元気にされてるんですか？はい、元気です。ありがとうございます。お母さんに、これ流れるけん、ベトナムでお母さんに何か言い？頑張ってます。お母さん頑張ってください。タオは頑張ってます。はい、ありがとうございます。頑張ります。あんたちが若いのさ、私はどうするというの？いくつ？クイーンは19歳？私は孫と一緒や。孫と一緒。私ね、自分の息子がね、海外にさ、サッカーとかで行きよったもん。お、本当ですか？それでやっぱりね、そういうとこで長男はやっぱ仕事で海外に行くとよね。そしたらやっぱ地元の人とかね、すっごいよくしてくれるって。海外先そう先の人がね、いっつもそれを息子たちが言うけんさ。だからこの子たちも一緒だよね。うちの息子は誰か知らんけどやっぱ海外の人にお世話になっとうやね。でそしたら私はほらこの子たちやっぱり縁があって一緒におるわけやけん、娘と一緒やけんね、子供たちと。でこの人たちはタオさん言ってたように本当に日本のお母さんだ、皆さんにとってね。もうお腹痛いってばもう病院行かないか、目が痛いって病院連れて行かないか。そうなんだ。そう考えたらでも梶原さん、皆さん可愛いですよね。可愛い本当可愛いよ。ルイさんは19歳、日本に来てどれぐらいなんですか？半年ぐらいできます。まだ半年ぐらい。楽しいです。楽しい。はい。甘い。ちょっとみんなで食べようこれ生で。ありがとうございます。食べてみたい人。甘いやろ。甘い。これどうされるんですか？蒸して炭火で焼く。でそれをそのまま出されるんですか？うわ。明日外でね。甘い。めっちゃ甘い。これ絶対いいよ。高かったもん。なるほど。世界に1個しこれうちしかないでよ、そんなことね。
1日にいくつやったの？2400個が売れた日があったけんね。待ってください、マジっすか。一番売れた時はね、タオね、それこそ忙しい時は夜中2時ぐらいから来てね、もう夕方までずっとねしたよね。大変だった。大変だった。嬉しいね、売れてるから。そうそう。ba năm ống cổ ta tụ 一日すごい大盛況を見せていただきました。ありがとうございます。梶原さんの中で、はい、今後なんかお考えになってることってあります？この将来的なこと。まあ今はですね、私が一番考えてるのはやっぱり次世代の子たちの育成というか、あの子たちを一発にしてなんとか大企業のこの会社の思いとか創業者の思いをね、やっぱりその子たちに本当にこう分かってもらってお客様に対しての商品を作る、その子たちをまあ育成するのが一番ですね、今の目標は。梶原さんご本人としては退職された後は、はい、何をされますか？自分でしたいですね。まあ居酒屋とか小料理屋とかをしてみたい。娘たちもいるので、お子さんと一緒に、一緒にしようと。いいですね。はい。その日を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。